皆さんこんにちは。藤本細まりです。今日はシングルスの、フォア奥からのショットをやっていきたいと思います。シチュエーション的には例えば自分がロビングを上げてスマッシュをこう待つ体勢、こう足が横のスタンスで待った体勢で、相手が例えばフォア奥にクリアを打ってきた時に、その低い打点で、フォア奥の球を処理する時のショットについて解説していきます。で、もしくはアタックロブでこうフォア奥攻められたよとか、そういう時にどういうふうに打っていけばいいかっていうところを説明していきたいと思います。まずグリップなんですけど、もちろんねフォアグリップで打つのはダメじゃないんですが、今回ちょっとやっていただきたいのがバックハンドグリップで打つっていうのをやっていただきたいなと思ってます。でまずグリップなんですけど、通常のバックハンドグリップでいいんですが、人によってはこのがっつりバックハンドよりも少しこの斜めのところに乗せたバックハンドグリップで打つ人もいると思うので、そこはねしやすい方を選んでいただいていいと思います。で、フォア奥からの打つコースなんですけど、まずフォア奥からクロスのカット、ストレートのカットでストレートのドライブでストレートのクリアというふうに使い分けていけるようにしていきたいと思うので、それを解説していきます。はい、じゃあ実際フォア奥のショットをやっていきたいと思うんですけど、なんでバックハンドグリップかっていうところを説明していきます。でバックハンドグリップで持った方がこのフォア奥からの球なんですけど、縦にスイングしやすくなります。で縦にスイングした方が相手にコースを読まれにくくなるので、これがまずフォアグリップだとこの低い球に対して縦に振ることができなくて、ちょっと打点がこう下がって横振りになりやすいんですね。で横振りになってしまうと相手からするとちょっとコースが読みやすくなったり、打点が下がることでこう攻められやすくなったりします。だから、少し追い込まれた状況で打点が下がったとしてもこう縦に体を入れてしっかりこう縦に振ることで相手にコースを読ませないで返球することができるので、特にねシングルスやる方、このフォア奥狙われること結構あります。だからその時にしっかりこう縦に振ってコースが狙えるようにしていった方がいいので、それを解説していきたいと思います。でまずその動き方なんですけど、覚えてほしいのがですね、まず真ん中から動き出す時に、ちょっとここでやるんですが、まず左足を後ろにビハインドクロスステップで、いきます。でその時に上半身をねじる、サイドステップのこういう動きの延長だと思ってください。でその時にしっかり体をねじって、これが1の状態ですね。で1の状態から次右足をつく時に2になるんですけど、この時に1、2でも2のタイミングでショットを打つようにしていきます。で、この時にポイントになるのがこの左手です。体をしっかりねじることも大事なんですけど、しっかりねじってこの左手でぐーっと横からかいてですね、正面に体を戻していきます。で正面に戻す時に体がねじった力を使ってこのショットを打ち分けていくっていうふうにしていくので、このねじりがたくさんあってこの戻す時に大きく戻せると、相手はね強い球が一瞬来るかと思うんですけど、そこからカットとか打つことによって、相手がねこう読みづらくなると。どうしてもここの入りが浅い状態で打つと相手ね、これじゃ強い球打てないよねって分かるとどうしても前に詰められやすくなるんですけど、ここでしっかりねじためを作ってしっかり後ろと前打ち分けられると、相手はそう簡単に前に詰めてきたり読まれにくくなるので、ぜひねこの打ち方まずやってほしいのが1でねじる1、2です、ね、もうまくできない人はもうこういう感覚で1、2、1、2っていう動きをねどんどん覚えてほしいなと思います。簡単にやると1、2、1、2っていう動きで打っていくので、まずはこの動きを覚えて、それからここから1、2で左手も最初は両手をしっかり使ってひねって戻しながら打つ、戻しながら打つっていうふうにやっていきます。で当てる時シャトルが落ちてくると思うんですけど、
シャトルが落ちてきます。でその時にこう打ちに行く時なんですけど、こういう段階で打ちに行く時なんですけど、手首がシャトルを越えてからこう当てに行くような感覚でいきます。これね、結構慌てて打つ時に先にラケットが出ちゃう人多いんですけど、これカットをかけるので先にラケットが出ちゃうともう当たった瞬間からカットかかってすぐ落ちてしまうので、少し浮かせるようなつもりでいかなきゃいけないです。だからここで手首がシャトルを越えてから当てていくような感覚でやっていくとちょうどいい球が打てるので、ちょっとそれをね意識してやってほしいなと思います。はい、じゃあ最初はクロスにカットを打っていくようにしていきたいと思います。クロスに打つ時はこの面の角度ですね、このバックハンドグリップでこの面の角度を作って縦に振っていく。ハイバックやった時と同じ感覚です。ハイバックも面の角度をつけてまっすぐ振っていくっていうふうに話したと思うんですけど、フォアの奥もバックハンドグリップにすることによってその感覚で打つことができます。面の角度がクロスを向いているので、そのまままっすぐ振ってクロスを打っていきます。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ今度ストレートに打っていきます。でストレートに打つときはバックハンドグリップでさっきは縦に振っていきました。同じフォームから今度はちょっと外に向かって振ると、ここでラケットの面が正面を向くのでストレートに飛んでいきます。このしっかり体ねじって縦に振るとクロス、外側に振るとストレートっていうふうに使い分けていきます。はい、じゃあお願いします。はい、ここでストレートに、打っている、外側に振ることによってストレートに打つことができるので、意識してちょっとやってみてください。はい、じゃあ次、今度ストレートドライブと、ストレートのクリアをやっていきたいと思います。でバックハンドグリップ、あんまりバックハンドすぎるとちょっと打ちづらくなっちゃうので、この斜めのところですね、斜めのところぐらいで持つと比較的打ちやすいかなと思います。でその時に、バックハンドグリップなのでこうラケットの面がですねこう外に行きにくいんですね。こう手首で無理やりやらないと外に行かないです。だからこの面を内側に切るような形でストレートを狙うので、比較的サイドアウトしにくくなります。だから体をしっかり入れて打ってればそんなにこう丁寧にしすぎなくてもとりあえずストレートコースは狙いやすいかなというふうに思うので、ちょっとそれでやっていきたいと思います。じゃあ、ストレートのドライブからいきましょう。お願いします。OK。はい、こんな感じで奥から振っていきます。でこの時もあんまりね縦振り意識しすぎなくてもいいです。こう少し斜めでもいい、これフォアでもそうなんですけど、少し斜めに切りながら打ってコースを狙っていくっていう方がねおそらく狙いやすいと思うので、変に縦にやろうとするとちょっと角度ずれただけで浮いたりネットかかったりっていう風にするので、少し斜め下に切りながら打つように狙っていくといいかなというふうに思います。はい、じゃあ今度クリアの方やっていきます。これも同じようにねここでしっかり打点を意識して、さっきはねシャトルが落ちてきて手首が越えてから打つって話したと思うんですけど、今度は、この手首の上あたりで打って、しっかり奥まで狙えるように、していきます。これをバックハンドグリップ斜めのところですね、ここに親指当てて打っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。
はい、っていう感じでクリアが打てるようにしていきます。このバックハンド寄りのグリップにすることによってクロスカット、ストレートカット、ストレートドライブ、ストレートクリアが打ちやすくなるので、ちょっとねぜひ練習してみてください。フォアグリップだとダメっていうか、ダメっていうわけではないんですが、両方こういうやり方もあるんだっていうのをね分かってもらえると、自分のやりやすい方が見つけられるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ次に NG パターン、いくつか紹介していきたいと思います。で、よくあるのがですね、このまず NG の1つ目なんですけど、フォア奥に対して1、2のリズム、1、2のリズムで打てなくて、1、2、3になっちゃう人が結構います。ちょっとやってみます。ラスト。はい、1、2、3のリズムになってしまうのはあんまり良くないです。球がね甘ければ1、2でこう足より先に打つパターンというのはあるので、それはダメじゃないんですけど、1、2、3だと、体をねこうねじって打つのがちょっと難しくなったり、あと追い込まれてる段階なので1、2、3の余裕がないんですね。なので、1、2、3ではなくて1、2で、場合によっては1先に打つ、1、2の先に打つパターンですね、っていうのが出てくるので、3にならないように1、2で打てるようにちょっと練習してください。で、あともう1個、今度はですね体をねじるんですけど戻せないでそのまま打っちゃうパターンですね。で、本当に追い込まれたらそうなっちゃう時あるんですけど、そこまで追い込まれてなくて左手使えばうまく体、使えるのに手だけで打ってしまうとどうしてもねクロス打ちにくいっていうのと、あと威力が弱くなってしまうっていうのがあります。だからしっかりこうねじった分体を戻していくっていう感覚をね、掴んでできるようにしていきましょう。じゃあお願いします。はい、こうやってね体戻さないで打つとどうしてもこの腕っぷしで打たなきゃいけないので、強い球を打つっていうのが相当大変になってきます。だから左手をうまく使って横にかいていって体を戻しながらその体の戻りで打つっていうことができるとよりいいと思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ次、パターン練習やっていきたいと思います。まずねフォア奥に追い込まれたところの想定から、クロスカット、ストレートカットができるようにしていきたいと思います。じゃあお願いします。OK、じゃあ次ストレート、カットいきます。はい、っていう感じで、低い打点からでも縦振りすることで、クロスとストレート打ち分けることができるので、ぜひやってみてください。はい、もう一回お願いします。
OK。はい、っていう感じでね、フォア奥からこのためを作った状態からいろんな球がね打てるようにしてほしいなと思いますので、ぜひ練習してみてください。